こんにちは、トバログです。前回からですね、ちょっと間が空いちゃったんですけども、今回もね、最近買ってよかったもの、そして手放したものの動画を撮っていこうと思います。今月はね、結構なんか自分にとってね、思い入れのある買い物をしたりとか、あと手放したものでも割とね、結構衝撃が大きいものを手放していたりするので、ちょっとね、最後までぜひチェックしていってください。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで、まずね、買ったもの、一番最初、一番思い出があるものとしてはこちらですね。ライカ M10 に装着しているズミルックス 50mmF1.4 っていうレンズを購入しました。これはね、本当に思い入れがあります。ちょっとね、話すとめちゃくちゃ長くなってしまうので、なぜこれを購入したかとか、なんで色々あるレンズの中からこれなんだみたいな話はね、ちょっと動画を分けて紹介したいと思うんですけど、今回はね、ちょっと簡単に紹介します。そもそもね、このライカ M10 っていうボディを購入したのが、僕がね、会社員からフリーランスとして独立する時に、その記念として購入したものなんですね。本当に結構ね、勇気のいる買い物だったんですけど、フリーランスとしてこれから頑張るのであれば、このぐらいの金額はね、買えるようになりたいっていうのもあって、ちょっとね、自分の持っているポテンシャルからはだいぶ引き離れた先にいるカメラっていう感じだったんですけど、4年のね、ローンを組んで購入したっていうわけです。で、それからね、5年半経って、このね、カメラのローンも返し終わったし、本当に結婚から子育てから新婚旅行から独立してからのね、全ての記録をこのカメラがね、撮影してくれているっていうのもあって、そういう思いからね、ちょっとこのレンズを購入したっていうわけですね。もともとね、このカメラを買った時に 35mm のズミクロンっていうレンズをね、使っていて、これをね、一緒に購入したんですけど、50mm のレンズってこれだっていうなんか上がりレンズみたいなのはまだね、所有していなくて、ずっとどういうレンズにしようかを悩んでいたんですよ。その中で5年半もずっと使い続けてるわけだし、ちょうどね、このレンズがタイミングよく4月にね、発売されたばっかりっていうタイミングで、予約注文したところ、なぜかね、在庫数があったみたいで、その当日ぐらいにね、発送されて、今手元にある、そしてこれを紹介しているっていうわけです。いや、本当はね、年内に届けばいいなとか思ってたんですけど、思いのほか早く届いたので、今紹介しています。そういうね、思い出の話は置いておいて、このレンズとボディの一体感めちゃくちゃかっこいいですよね。刻印とかも、従来のね、こういうなんていうか赤と黒のね、刻印を踏襲しながらも、ちょっとややミニマルになっているかなっていう印象です。刻印が若干少なくなって、なんというかね、ギュッと詰まってる感がちょっと薄いですね。ライカのレンズって基本的にね70センチまでしか寄れないんですけど、このレンズの場合こうやってちょっとねクイッと回すと最短45センチまで寄ることができるんですね。めちゃくちゃ近くまで寄ることができるので、テーブルフォトとかビールをね撮ったりとかそういうのがしやすくなります。で、それに伴ってちょっとね共同サイズも大きくなっていて、若干こう見えますかね、ボコって前に向かって、ちょっと傾斜を描いているような感じになってるんですけど、それでねちょっと大型化しています、前のモデルより。そのためなのかわかんないんですけど、もともとねライカのシルバーのレンズって真鍮製で結構重かったんですよ。黒より 100g ぐらい重かったんですけど、今回のズミルックスはアルミの共同でできているので、前のモデルよりも大きくなってはいるけど 100g くらい軽くなっています。僕がね持っている他のレンズ 35mm と 90mm のレンズと比べると若干色の方向性違うかなっていう感じがするんですけども、それよりもねちょっと利便性というか、この新しいデジタル向けに作られたレンズっていうところもあって、こっちを購入してみました。カメラのね話をしていると本当にずっとね時間が溶けていってしまうので、簡単にね撮った写真をお見せしていこうと思います。はい、こんな感じですね。本当にねピント面がしっかりシャキッとね出ているんですけども、その他のところはねかなりふわっとしたなんか柔らかい繊細なね描写になっている感じがわかると思います。こういうなんか布の雰囲気とかめちゃくちゃすごいいいですよね。僕が持ってるライカ M10 のセンサーは2400万画素ぐらいなんですけども、それをね軽く超えてくるような解像感というか、本当にね立体的にそのピントが合っているところだけがね浮かんでくるような、そういう写真もたくさん撮れるんですね。使ってから初めて分かったんですけど、ズミルックスの場合だと背景のねボケ感も若干癖がある感じがします。こうちょっとね中心に向かって渦を巻いているようなふわっとした描写にも
なんかね渦巻きボケみたいなそういうのが出ることも多くて、それをねなんか試すのもすごい楽しいですね。なんかピント面が立体的に浮かび上がるだけじゃなくて、そういう背景のボケ感もねちょっと癖がある感じがすごい面白いレンズな気がしています。ちょっと話は長くなっちゃったんですけど、本当にね思い入れのあるカメラに対して新しいねずっと欲しかった憧れのレンズを揃えてみたので、これからねこれを持ち歩いて外に出かけるのが本当に楽しみです。はい、ちょっとねカメラの話とは打って変わってなんですけど、次はねこちらのコーヒー豆ですね。エクアドルロハっていうスターバックスのリザーブドっていうちょっとねグレードが高いいいスターバックスで購入できるこの豆にめちゃくちゃハマっています。なんでコーヒー豆っていうとね、ちょっと僕モーニングルーティンとかはやってないんで意外かもしれないんですけど、毎朝ね基本的には自分でこう電動のグラインダーで豆をひいて、それでねコーヒーをドリップして入れてるんですね。そう言うとねちょっとおしゃれぶってるとか意識高すぎみたいな感じかもしれないんですけど、本当に冗談抜きで自分で入れたコーヒーが本当に一番美味しいと思うんですよ。なので本当に分量をちゃんと測っていろいろね豆を試しながら、この豆はこうだねみたいなのをね話しつつね飲むのが日課なんですけども、このエクアドルロハは本当に今まで飲んだコーヒーの中で一番ぐらい美味しいんじゃないかなっていうので本当にハマっています。僕ね全然コーヒーに詳しくなくてただの飲む線なんですけども、これはねエクアドルっていう南米のね国で作られているものです。コーヒー栽培に適したロハ県っていうところで作られてるらしいんですけど、本当にねなんか他の豆と比べても香りがすごい甘いというか強い気がして、そこがなんかねアイスとして飲んでもホットとして飲んでもめちゃくちゃ美味しいんですよ。最初にねこの豆に出会ったのは確かスターバックスのなんかロースタリーってでかいところがねドリップのオフィスの近くにあるんですけど、そこで飲んだアイスコーヒーだったかな、水出しアイスコーヒーが本当に美味しくて衝撃を受けて、これ家で飲みたいなと思って買って、でそこからね、この夏の間しか売られてないんですけど、夏になるとね、これを購入しているので今回紹介しています。普通にねスターバックスの豆を購入しても美味しいんですけど、このねロースタリーとかリザーブドに行ったらぜひねエクアドルロハ購入して飲んでみてください。個人的にはこの豆が本当に最高に好きです。一応ねこのカードの裏に書かれているやつも出しとくので読んでみてください。再生停止を押して、はい、続いてね購入したというか契約したものなんですけども、楽天モバイルにね最近加入しました。なぜねこのタイミングで楽天モバイルかっていうと、一つはね結構外で作業する時に動画をアップロードするので、なんかねデータ容量無制限のところが良かったんですね。で実際ね弟が使ってたんで、それで動画アップロードとか試させてもらったんですけど、全然問題なく15分ぐらいで 4K の20分ぐらいの動画がアップロードできて、これだったらなんか最高にいいかもと思って購入したわけです。で結構ね最近おばあちゃん家行ったりとか、旅行先とかね旅先で使うみたいな、出先でももちろん使うんですけど、そういうね家以外の環境で作業することも割と増えてきたので、このタイミングでね最大料金2980円で使える楽天モバイルがすごい良かったっていうところですね。特にね僕メインのキャリアとしてアハモを使ってるんですけど、アハモがね本当に新宿とか大きい都市で使えなくなっちゃったんですよね。なんか本当にアンテナは立ってるんだけど全然通信ができなくて LINE の画像も送れないみたいなこともあったりして、仕事だとねさすがにそれは厳しい感じがするので、楽天モバイルと併用して持ち歩くようにしようと思っています。でさっきからねこの Wi-Fi ルーターを持ちながら喋ってるんですけど、実はね楽天モバイルを契約するとこのねルーターもしくは Android のスマートフォンが1円で購入できるんですね。でそういうのを聞くと嘘だろみたいな、どうせ解約金がかかったり2年縛りとかあるんだろうとか思ってたんですけど、本当に実質じゃなくて一括でね1円で購入できる、そして解約したとしても大丈夫みたいな、それはそれでめちゃくちゃお得だなっていうのもあって購入しています。最近ね Wi-Fi ルーター持ってなかったのでちょうどいいですね。実際これを契約してからもうね2ヶ月近くね実は使っているんですけども、本当にね速度に関しても東京都内で使う分には全く問題ないし、なんか地下鉄で伝わりにくいみたいな、つながりにくいみたいな話もあるんですけど、僕のね使う路線だとほとんどねそういう途切れるみたいなのもなかったので、そういう意味では本当にすごい便利に使っています。この辺の使い勝手はね東京にいる分には想像以上でしたね。使わない月はね本当に980円ぐらいで保持できるの
ので、もしね気になる人、外で作業する人とかはぜひチェックしてみてください。はい、であと最近購入したもの、カメラ系の機材がね多めなんですけども、このVlog でも紹介したジンバルを購入しました。これはね DJI のローニン RS3 ミニっていうやつなんですけど、これね何に使うかっていうと Vlog っていうよりかはカバンの中身とかルームツアーの撮影で結構ね使おうと思っています。最近ね平岡さんのルームツアーアップしていて、その時はね普通に三脚にこういうねビデオ雲台をつけて撮ってるんですけど、ちょっとね移動して撮る時とかめちゃくちゃね手ぶれしちゃうんですよね。カメラ自体にもね手ぶれを抑える機能備わってはいるんですけど、部屋の中をねこうやってぐるぐるしていたりすると本当に酔うぐらいね、画面が動いてしまうので、それだったらちょっとね泣く泣くジンバルを購入したっていうわけです。実はねこれまでもジンバル使ってきていて、本当に初期の頃のねカバンの中身とかジンバル使って動画を撮ったりもしてたんですけど、割と疲れるんですよね。なのでだんだん使わなくなってきちゃったんですけど、しばらく前にねこういうビデオ用の一脚を購入しているので、例えば、これをガチッとね開いて、これレオフォトのやつなんですけど、レオフォトの脚をグガッて開いて、このジンバルの下部分にアルカスイス互換のマウントを装着しておけば、こうやって手でね横をちょっと支えるだけでジンバル操作ができるっていうので、このねスタイルでちょっと運用しようかなと思っています。実際まだねルームツアー撮影とか行けてないんで、どんな感じにね撮れるかっていうのはねちょっとまだこれから試すところなんですけど、とりあえずね最近買ったものですね。でこのねジンバルの先っちょにはこれネジ穴付きのこういうねマウントみたいなのを別途スモールリグで購入していて、今これをね撮影している液晶ディスプレイをここに設置して、この中にね SD カードを挿してそのまま撮影するっていうスタイルでいこうと思っています。時々ね SD カードに保存されないとか、こっち側のね SSD に保存されないみたいな問題がごくたまに起きたりもするので、それをね防止する意味でもね SSD と SD 両方にね録画しておくと事故が少ない取材にできるのかなっていう感じですね。という感じで、この間のね Vlog でも簡単に紹介しているんですけど、今回もね簡単に紹介させてもらいました。はい、続いてはね最近買ってよかった本ですね。物自体はそんなに数買ってなかったんですけど、本はね結構良さそうなものたくさんあるので紹介します。はい、まずはね表紙にもインパクトがあるこちらですね。イラストレーターのゆうのすけさんっていう方が出している作品集ファーコーストです。このハッとするようなデザインとこのねイラストがすごい特徴的で、これはもう欲しいと思って購入してしまいました。実はねちょっと前に代官山の蔦屋書店でポップアップをやっていて、それをね狙いに行って購入した感じですね。中はね実際に購入して読んでみてほしいんですけど、このねゆうのすけさんっていう方がサンフランシスコにね留学していた時の風景をねイラスト化したもの、そして写真で撮ったものをこうねパラパラと紹介している感じです。ハッとするような色使いでねすごい元気になるような、トバログ的には本当に好きなテイストの絵と、写真がね切り取られているものなんですけど、こういうねアートブックですね。で結構ね普通のアートブックと違って、なんとなくねこうストーリー性というか非連続性みたいな、ここでこういうの入るかみたいなのも結構あったりして、そのね雰囲気とかがかなり好きなんですけど、実はね編集に僕がすごい好きなインディペンデントマガジンのロケットっていうものを主催している内田さんっていう人がね入っているんですね。個人的にねロケットのマガジンってすごく好きで、本当になんていうかね採算度外視というか、こんなに個人でこんなクオリティ高いものを作れるのみたいなものをね本当に展開されている雑誌なんですけども、今回のねファーコーストに関してはここのデザインとかイラストをやられている方の、アートブックっていう感じなんですね。この作品集はねロケットとは違う個人のものなんですけども、なんとなくねデザインのテイストとか方向性に結構ロケット味を感じて、そこもね好きですね。つながっている感があるというか、作品自体もねいつかは手にしてみたいんですけど、本としてもね本当に楽しいものなのでぜひチェックしてみてください。はい、こちらもね本屋さんで見かけて衝動買いして、おおかっこいいと思った本なんですけども、大谷かなさんっていうモデルの方なのかな、あんまりこの人自体は知らなかったんですが、本当にこれもね作品集的な感じで撮られているこういう写真とか、あとその旅の風景みたいなのとか、そういう情報をこの人目線でいろいろな情報をね整理して書かれている本なんですね。
でこれカバーを外すと本当にシンプルでこんな感じの表紙なんですよ。かっこよくないですか？で結構最近ねトバログもなんか、ブログとか YouTube とかでコンテンツをねデジタルでは出しているけど、そろそろなんか紙にしてまとめてみたいななんていう思いもあって、そういう視点でねいろいろ探してたところ、この人のこのフォトブックというか写真もありつつ、こういうね情報も載せつつ、旅のエッセイみたいなのもありつつっていうね、カバンの中身とかそういうのもやられてるんですけど、そういう方向性のこの雰囲気すごいいいなと思ってこれを購入しています。有名人が書く本って結構たくさんあると思うんですけど、この人のね本の場合はなんかね、本当に誰かが編集でがっつり入ってるっていう感じっていうよりかは、割とこの人の目線というかフィルターで書かれている感じがして、そういうなんかね人間味を感じる雰囲気もすごい好きですね。この本も普通に書店で買えると思うし、この大谷かなさんという方もね YouTube やられているので、ぜひ両方ともチェックしてみてください。はい、あとねこちらもね最近購入したばかりの本で、これも本当に好きなテイストなんですけど、深澤直人さんのアトリエをねまとめたなんかルームツアーを書籍化したような本なんですね。この前ねザ・オリジナルっていう六本木のミッドタウンでやっている企画展に行ってみたんですけども、その時にねこの本を見つけて衝動買いしたものですね。この本の中身をねちらっとだけお見せすると、こう一問一答形式というか、一つの写真に対してこう本当に短い文章で、実際こういうアトリエをどういう思いで建てたのかとか、どういうね遍歴があって最終的にこういうことになったのかみたいなのを、短い文章ながらもたくさんのねページで紹介してくれてるものですね。結構サクサク読めちゃって、本当に30分ぐらいで読めちゃうものなんですけど、本当にね繰り返し読みたくなるような内容ですね。この窓の抱きっていうちょっとね窓がボコって手前側にねこの壁がへこんでいるところの意味とか、なんかねそういうこのね実際に作っていく過程と、そこでね置かれているものの紹介とかもされています。深澤直人さんは本当に世界的に有名なデザイナーさんなので、知らない人はほとんどいないと思うんですけども、そういうね彼がどういう思いで建てたのかとか、実際にね頭の中をちょっとだけ見れるような感覚にもなるので、この本はねルームツアーが好きな人、そして家をねこれから建てたい人、家を所有している人、インテリアに興味がある人なんかにすごい楽しい内容となると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでね買ったものはこんな感じなんですけども、逆にね手放したものですね。手放したものは今のところなんですが、ちょっとね M1 の MacBook Air を一旦手放しています。はい、っていうのもMacBook はねもともと結構持ち運び用の端末として愛用していたんですけど、ちょっと前から紹介しているこの GPD Win4 っていうコンパクトな Windows ゲーム機、Windows PC をね持ち運んでるんですよ。こんな感じで、キーボードが出るやつなんですけど、これを軸として、これをねコンピューターとして、これね AR グラスを装着して、これでねカフェで大画面の感じで作業をするっていうのをやってるんですね。で最初はこれ本当に定着するかなとか思いながら、結構頑張って使ってた感じだったんですけど、最近はね本当に何の不便もなく問題なく、これでカフェとか、電車の中とかでちょっとねメールの返信したりとか、そういうのができるようになってきて、これ意外とサイズ的にこれでいいかもみたいな感じで、一旦ねこれをメインで使っています。この組み合わせだったらねいつも使ってるこういうカバンにも入るし、結構ね重量的にもかなり重さが軽いので、そういう意味でもこのね組み合わせ結構いい感じですね。でもともとね今使ってる MacBook Air がJIS 配列なんですよ。日本語配列でちょっとね使いづらくて、もし買い替えるならちょっと英字配列とかの方がいいなっていうのもあって、今回はねJIS 配列の M1MacBook は奥さんに渡して、奥さんがね今はパソコンの会計ソフトをやったりとか、字幕とかね請求書の処理とかそういうのをねお願いしてるので、それで使っているっていう感じです。もしねこの後 M3 の MacBook Air とかが出たら、MacBook ね1台は手元に OS として置いておきたいのがあるので、そういう意味でもねちょっと買い替えようかなとは思っています。でもう一つね手放したものがデスクですね。もともとねこのデスクとは別にもう1台大きめの同じぐらいのサイズのねデスクを持っていたんですけども、
最近ね撮影もこのデスクでやっちゃうし、部屋がね広くなって意外と快適だっていうところで、もう一つ使っていたデスクはちょっとね処分してしまいました。もともとね2つ IKEA のデスクあったんですけど、1つはね前にも Vlog で紹介した通りおばあちゃん家に置いてあって、もう1つは天板だけちょっとね処分してしまったっていう形ですね。はい、こんな感じで持ち物をどんどんブラッシュアップしていくことで、自分のねなんか好きなものに囲まれやすいというか、そういう風にね生きていこうと思っています。ちょっと無理やりなこじつけ。はい、というわけで今回は動画を終わりにしようと思います。気に入っていただけた方、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そろそろねデスクツアーとかカバンの中身もねジンバルを購入したのでやっていきたいので、ぜひねチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。とばログでした。